今日は毎年恒例の女王生誕祭の日だ。しかし今日という日を無事迎えられたのは奇跡としか言いようがない。軍部のクーデターという未曾有の事件を解決したのは世に名の知られていない若き遊撃士とその仲間たちの活躍によってだった。序文はこんなもんかな。ナヤル先輩、準備できました。遅いぞドロシー、いつまで待たせるつもりだ。取材は迅速をもって尊ぶべしだ。すいません。それじゃ行くぞ。いいか、今日中に全員のインタビューを取るんだからな。ドラマ CD 英雄伝説空の奇跡去りゆく決意。今回の事件の解決において中心的役割を果たした2人の若き遊撃士、彼らの足取りを中心に事件に触れていきたいと思う。どのケーキも美味しそうですね、ハネラさん。これだけあると迷っちゃうよね。シェラ先輩はどれにしますか？ああ、私は甘いものはパス。すまんなシェラザード、喫茶店より酒場の方が良かったか。あなたの給料分全部飲んじゃうわよ。ま、それはいいとして、エステルたちの話をすればいいのよね。一つお願いします。私はエステルちゃんたちとは最近仲良くなったばっかりですけど、シェラ先輩は父親であるカシウスさんから頼まれて2人を鍛えてたんですよね。遊撃士に必要なことを研修で教えただけよ。とはいえまだこんな小さい頃から見てたからね。あの子たちが遊撃士になった時はさすがに感慨深かったわ。エステル・ブライト、ヨシュア・ブライト、本日15時をもって両名を準遊撃士に任命する。以後は遊撃士協会の一員として人々の暮らしと平和を守るため、そして正義を貫くために働くこと。二人ともおめでとう。これからはお仲間ってわけね。やったね、ヨシュア。これで晴れて私たちも遊撃士協会の一員よ。そうか、僕が遊撃士か。なんだか不思議な気分だな。もうヨシュアあったらしんみりしてないでもっとパーッと喜ばないと。ヤッホー、はしゃぎすぎだよエステル。あの二人らしいな。ほんと、なんか目に浮かぶな。行動派で積極的でもちょっと抜けてるエステルと、冷静で理知的でもどこか一歩引いてしまうヨシュア。デコボコの二人よね。そうそう、駆け出しの頃二人はある農場の魔獣退治の依頼を受けたの。それで捕まえた魔獣を目の前にしてエステルったら情が移っちゃったらしいのよ。だって相手は魔獣ですよ。当然ヨシュアもそう反論したわ。けど依頼主である農場の人たちもエステルの意見に賛成して逃がすことになったの。へえ、ヨシア君呆れたんじゃないですか？ええ、呆れてたわ。でもそれはエステルにではなく自分にだったの。エステル、まだ起きてる？起きてるけど、どうしたの？ごめん、みんなに嫌な思いをさせた。魔獣のこと？バカね、考えすぎよ。それに本当ならヨシュアの言ってることが正しいんだし。正しくなんかない。ただかわいそうという気持ちが湧かないだけさ。ヨシュア。
心のどこかが壊れているのかもしれないな、僕。ヨシアのバカ！勝手に自分のこと決めつけるんじゃないわよ。エステル？この5年間、私はヨシアのことをずっと見てきた。いいところも悪いところも誰よりも知っている自信があるわ。その私を差し置いてふざけたこと言わせないからね。ごめん、バカなことを言った。分かればよし。でもちょっと嬉しかったな。ヨシアってさ、苦しい時も悩んでいる時も平気そうな顔をしながら一人で解決しようとするのよね。それってやっぱり家族としては寂しいよ。エステル。でも今日は自分をさらけ出して弱い部分を見せてくれた。少しは私のことを頼りにしてくれた。だからちょっと嬉しいんだ。何言ってるんだか。そんな恥ずかしいセリフよくさらっと言えるもんだね。おやすみ、ヨシア。エステルの優しさ、ヨシュアの厳しさ、そのどちらも必要なのよ、遊撃士って仕事には。だから二人合わせてようやく一人前ってとこね。だが二人とも一人前になるまで事件は待っちゃくれなかった。定期飛行船が行方不明になった事件ですね。ええ、その乗客名簿に仕事で帝国に向かったカシウス先生の名前があったの。